ゼミ生の皆さんこんばんは、岡田敏夫ゼミです。今日は6月19日ですね、吉祥寺のオタキングスタジオから生配信でお届けしています。こんばんはです。こんばんは、こんばんは。アロハです。アロハだって言われたんです。一応ピクサーの作品なのでディズニーっぽい柄ということで、これは魅惑のチキルームというですね、ディズニーのランドのアトラクションがあって、その魅惑のチキルームのアロハというですね、ちょっと変わったやつなんですね。背中が開いてて割と楽な生地、開いててっていうのはあらかじめ空気通気孔みたいなものがこう背中にカットするように入ってるんで、説明どうでもいいや。で、パリピ孔明ね話からなんですけども、一瞬良くなったんですよ。どういうことかっていうと、いや一瞬良くなったからうわなんか俺間違ってた、ごめん面白いって思ったんですけども、どういうことかっていうと全12話なんですね。で12話がアベマではですね割と早めに1週間ぐらい早く配信されてるんで、最終回12話まで見たんですけども、1話気にしない、第1話は気にしないんですよ。で2話から6話が前言った通りですね、もう最高に面白いんですね。2話から6話までがもう美味しんぼなんですよ。中身がなくて本当に孔明の策略画で何もかもがトントンうまいこと言ってて、で特に見ても意味もなければオチあるんだけどあってもなくてもいいようなやつがついててっていう、楽しいですね。なんかJ-POP 聴いてるみたいな楽しさがあるんですけれども、7話から10話までが、その前のちょっと壁大臣がなんか落ち込むところから嫌な予感をしてたんですけども、英子さんというですね、本来だったら主人公になる女の子が、落ち込んで自分の歌を歌う意味を取り戻してっていう落ち込みが7話から10話ぐらいまであってて、これが僕は前も話した通りですね、意味があってダメ、中身を入れようとしてしんどいなと。いろいろね意見あるんですよ。それはもう原作に書いてるから仕方がないっていうふうに言われても、アニメでそこやって面白くないんだったらそこは切るのがアニメの務めだろうがって思ってるので、アニメ見てこれは僕はね気に入らなかったと。ところが11話が奇跡の面白さなんですよ。だからなんでしょうねいや結局それは何でかというと、7話から10話までずっと落としてた積み上げのおかげで、つまりその英子という主役の女の子がですね自分の歌とは何かというのを掴んだおかげである面白さだからいいという考え方もできるんですけど、そうじゃないんですよ。もうただ単に純粋にちゃんと孔明が主役になっているからいいんですけど、11話が奇跡の面白さだったんですよ。ところがこれはもう俺はもう謝ろうと、ゼミで謝ろうと、パリピ孔明を好きな皆さん、そしてスタッフの皆さん、すいませんでした、岡田斗司夫バカでしたと、面白くなかったと思ったけどそれはもう孔明の策略にはまっておりましたと、最終回でこんな盛り上がりましたと言おうかなと思ってワクワクして最終回見たらですね、まさかのなんかこの何と言えばいいんでしょうね、最後にですね歌合戦になるわけですよ。でそのかかる歌が普通の歌なんですよ。どう言えばいいんだろう、うまいんですよ。今回声優さんじゃなくて歌唱声優っていうふうに呼べばいいのかな、歌を歌う専門の声優さん、歌手というかを入れてですね、その歌のパートだけその人に歌わせてるらしいんですけども、なんかねそれがあって歌はうまいんでしょうけども、別に普通の歌というか、マクロス方式ねって今コメントで出てきたので、そうですね、マクロスといってもテレビ版映画版のマクロスではなくてマクロス7以降と言いましょうか。でもいやよその作品の悪口になっちゃうからこれもやめとこうか。とりあえず普通のですね、なんかこう J-POP ソングというか、なんかいや J-POP ソングみたいな意味ない励ましソングがかかってですね、普通の歌じゃんって思ったんですね。特にすごいわ、本当言えばここは「おいしんぼ」とか、あとなんだろうな、ミスター端っこだったらとんでもない料理出さなきゃダメなんですね。でとんでもない料理出した上でなんちゅうことをしてくれたんやって京極藩がですねこうびっくりするようなあんな感じやなきゃいけないんですね。普通の歌を出して、相手も普通の歌を出して最後も普通の歌で終わるというですね、なんかラストはですね、なんかその俺たちの旅はまだまだ続くぜっていうですね、少年ジャンプの打ち切りみたいな終わり方で終わっちゃってですね、いやでも11話はいいから11話ぜひ見てくださいということですね。今日の
配信予定です。今週の配信予定ですね。明日はセカンドチャンネルで、雑談なんですけども、午後の労働省の素晴らしさに関してですね、いろいろ語っておりますんで、22日と24日に今日の切り出しあります。22日がトイストーリー3の秘密ということで、今日の切り出しですね。24日が、金曜ロードショーに合わせてトイストーリー4の秘密。これ今日の話の切り出しあります。で、来週はですね、人生相談ですね。人生相談でステッカーですねもう準備してありますのでですね、相談じゃん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 よろしくお願いします。なんだろう、お便りのですね、概要欄にも書きましたけれども、岡田敏夫へのですねお便りっていうのは大体そのお便り投稿フォームというのがあるのでですね、そこからですね書いていただければ僕のところにちゃんと届くようになってますのでよろしくお願いします。で、今日の構成なんですけども、こんな感じですね。無料ではトイストーリー3と4のそれぞれの秘密やって、限定ではですねちょっとトイストーリー4を踏み込んで、ラセターのいないピクサーと宮崎駿のいないジブリというどんな作品をですね結局トイストーリー4というのを作ってしまったのかっていうのをですね、4に関して語っています。あとおもちゃたちの絶望と希望ですね、あと失楽園と禁断の疑問というですね、ちょっと最後はトイストーリー3に関してなんであんな日本でヒットしたのかって話なんかもしていこうと思います。でプレミアムではですね今日からですね2040年の世界というのをですね連続講義の第1回としてやります。もう6回から10回ぐらいかかるかな、連続講義でですねやろうと思いますのでですね、長くなると思いますけどもよろしくお付き合いください。それでは行きましょうか。ですね、トイ・ストーリー3の話からします。ネットニュースでですね金曜ロードショー2週連続放送に批判が集まるっていうのがあったんですけども、ご覧になった方いますかね。つまり、先週トイストーリーですね3やって、今週金曜日にですねトイストーリー4をやるのでですね、2週間連続でやると金曜ロードショーではありがちなんですけど、これに関して批判が集まっていると、何かというとトイストーリーって123の3部作になってて、この3のですね終わり方があまりに完璧なものでですね、それで4をですね3があるから4は感動できないとかですね、なんだろうな、3の完璧な終わり方を4は崩してしまったというので割とね悲しんでる人が多いんですよね。で、日本ではですねそのトイ・ストーリー3ってですねすごい今話したように評価高いんですよ。でしかしそれは日本だけらしくてですね、アメリカの映画評価サイトではですねトイ・ストーリー4の方が高いし、あとは何だろうなもちろん3も人気高いんですけども3が最高傑作であれが完全だって言ってる人って日本みたいにそんな多くないんですね。でなんで日本では「トイ・ストーリー3」の人気が高いのか、もう一回ですね「トイ・ストーリー」のですね歴史を振り返ってちょっと3のテーマというのを明らかにしたいと思います。ですねトイ・ストーリーのですね、これ1と2のこれね「トイ・ストーリー」ってねもう何回も俺買ってるんですよ。結局ブルーレイのですねボックスで1から4までがセットになったやつとかですね、なんか本当にいろいろ結局買わされてるんですけど、これは1と2がですね同時に入っている、ノーマルな DVD ですね。トイ・ストーリーの1ですね、1995年にですね公開されました。おもちゃが実は生きていた、人間が見たいなところでは生きていたんだというですねちょっと子供っぽい世界観ですね。子供の頃ってですね実は親は宇宙人かもとかですね、みんな内緒でみんな演技して私を騙してるんじゃないかとは子供の頃って割と考えますよね。それと同じような一発ネタに近いような映画なんですよね。でけなげに人間に遊んでほしがるおもちゃたちとですね、でおもちゃにですね飽きちゃって遊ばなくなるですね子供っていうですねこの関係を描いている。でラストはですねその新入りのおもちゃが可愛がられてるですねバズ・ライトイヤーというですね新型の一応なんか LED の光とかもついたり喋ったりするおもちゃが出てきたのでですね、元からいるボスっぽいキャラクターのですねウッディはご機嫌斜めっていうのが友情できてですねよかったよかった。
しかしラストシーンでですね、犬を飼い始めて、うわ犬の方がそりゃ可愛がられるに決まってんじゃん、おもちゃたちはパニックだっていうですね、本当に一発ネタにオチがついた割とね完璧にいい出来の映画なんですね、1っていうのは。で「トイ・ストーリー2」はその1から4年後の1999年に公開された映画です。もともとですね、これ前も話したんですけども、番外編を作ってディズニーとしてはビデオで売る予定だったんですけどもですね、それを続編にしたわけですね。続編として正しい歴史の中に入れ込んだんですけども、これですね予想外にいい出来になってですね、その移民国家アメリカにとってその自分たちのルーツとは何なのかっていうのは日本人が考えている以上にみんなのハートをつかむ、ぐっとつかむテーマなんですね。でおもちゃの寿命っていうのは子どもの成長によっていつか終わってしまうというですね、ちょっとこっから先も引っかかってくるようなテーマが出てくるという続編フラグも出てくると。だから「トイ・ストーリー2」作った時からこれ3やるんだろうなっていうですね、一応準備みたいなのが始まってるんですね。で何がおもちゃにとって幸せなのかと「トイ・ストーリー2」ではですね、この女の子のキャラクターがですね出てくることでですね、みんな博物館に行って、日本の北原おもちゃ博物館ですねがモデルになっているですね日本のおもちゃ博物館に行ったら永遠にそこで、生きることができる、完璧な状態で生きることができる。しかし下手に子供なんかに遊ばれてしまったら壊れてしまうかも分かんないし、飽きられたら捨てられてしまうというような話ですね。でもウッディはいやそれでもいいじゃないかと、遊ばれることがおもちゃの幸福なんだっていうのを一生懸命主張するというですね、この何がおもちゃにとっての幸せなのかというシリーズの根幹をなすテーマがこの2で語られるわけですね。でこれは同時にですね、そのジョン・ラセター体制ですね、ピクサーを設立したですね、立役者と言ってもいいジョン・ラセター監督のですね、この頃はプロデューサーも兼任ですよね、すごく大きいテーマ。ジョン・ラセター自身もすっごいおもちゃが好きで、仕事場がおもちゃだらけで、あとその宮崎駿がジョン・ラセターを評価するところに、あいつはまともな人間だっていうのがあるんですね。ちゃんと結婚して子供がいると。でやっぱりね宮崎駿って、そいつが尊敬できるかどうかっていうのは結婚して子供がいるかどうかっていう昭和親父の価値観で見てるんですね。だから庵野秀明を宮崎駿はですね偉いと思いながらも尊敬して一人前の監督扱いしないのは子供がいないからっていうのが結構あると僕は思ってるんです。でそれに対してジョン・ラセターに対して言ってるのは、あいつはアニメっていうのを子供に見せるもんだと分かってると。だから大人の本音を入れるとしてもそれは子供向けの作品の中に大人にしか分からない形でこっそり入れるもんだっていうですね、その当時後にその「風立ちぬ」を作るとは思わなかった宮崎駿がジョン・ラセターを大いに評価してたのはそこら辺なんですけども。そうだからそのおもちゃは子どものものであるべきだっていうテーマは実はジョン・ラセターが個人で持ってるテーマなんですね。別にピクサーの主張でも何でもないと。なのでその「トイ・ストーリー3」4とですねラセター色がどんどん弱まるにつれてここがぐらついてくるところが「トイ・ストーリー」シリーズの見方としては面白いところだと思います。ということでですね「トイ・ストーリー2」はですねすごくいい作品だったがゆえに3はラセターがですねそのストーリー原案からですねやや後ろへ下がったんですね。ストーリーの原案出してるんですけどもラセター色は弱まってると。でつまりラセターの下のスタッフラセターの部下たちにですねいつまでもこのラセター親分の世界観でいいのかという疑問を与えた作品でもあります。で、トイ・ストーリーのですね3ですね、トイ・ストーリーの3です。トイ・ストーリー3はですね2の1999年の2からですね実に11年後のですね2010年に公開されました。これはですねウィキペディアにも書いてあることなんですけども、観客が大人になるのを待って作ったというふうに言われているんですね。ラセターではなくてですね若手たちがこういうふうにしようというふうに提案して作り出した作品というふうに言われてます。ここら辺ねでももう分かんないんですよね正直言って。なんでかというと今ディズニーグループは、セクハラ騒動でクビにしたラセターのですね業績っていうのを消す方向でやってるんですね。これは本当に商業スタジオの、どこでもやってることだから仕方がないんでしょうけども、自分のとこの会社ですでに亡くなった
いなくなった人、いなくなったよそで働いてる人がですね、自分のところの看板作品の、メインの柱を作ったっていうのはですね、ちょっと聞こえが悪いのでですね、徐々にラセターのやった業績っていうのをないことにして他のスタッフがということにやってる最中のことなので、今のそのディズニーの公式発表をどこまで信用していいのか分かんないんですけども、若手が提案したというふうなことに今はなっています。で、お話はですね「トイ・ストーリー」の1から10年後ですね「トイ・ストーリー3」アンディはもう17歳になっていてですね、大学に進学と同時にですね大学の寮に引っ越しするんですね。だからもう家の子供部屋を引き払って大学の寮になんだろうな引っ越しすると。でアンディの部屋自体も妹にですね渡すことになっているので、アンディは自分の部屋がなくなるわけですね。こう独立しちゃうわけなんですけど、でおもちゃと分からなければいけないというアンディ側の成長ですね、人間側の成長も描いている。これが今までの1とか2と違うところです。で同時にですねその大学におもちゃを持っていけないので、大学の寮におもちゃを持っていっていけないのでですね屋根裏にしまうしかないと。どのおもちゃを屋根裏にしまってどのおもちゃを持っていくのかというアンディの葛藤とですね、でそれをドキドキ見ているおもちゃたちっていうですね、割とこのおもちゃたちの残酷な運命、これからは屋根裏で平和に暮らそうっていうのが全然幸せそうに見えないわけですね。で結局アンディは選ばれるっぽいのでですね、みんなをですね屋根裏でもいいところじゃないかって励ますんですけども、屋根裏行きになったですねもうみんなはですねかなり落ち込んでるわけですね。この辺の見せ方がですねエモいんですね。すごい感情的な対立を描くと、その感情的な対立っていうのも例えば他のおもちゃたちはポテトヘッドとかですねはっきり落ち込んで屋根裏なんか行きたくないよって言うんですね。でアンディが何言ってんだ、屋根裏でこれからゆっくり暮らせばいいじゃないかと、クリスマスのおもちゃたちほらあいつら愉快なやつだったろ、あいつらも屋根裏にいるんだぜとかって言って励ます、ここら辺の励まし方も残酷ですよね。でアンディの親友であるバズ・ライトイヤーはアンディの気持ちも分かるから屋根裏に行く立場なのにみんなは励まさなきゃいけないというですね、ここら辺のエモさの描き方がもう本当にうまいんですよね。よくこの辺を CG のキャラクターでやらせたなっていうのがピクサー自体の表現力の成熟だと思います。でこの「トイ・ストーリー3」っていうのはですねまださっきも話したですねおもちゃというのは何なのかって子供が遊ぶべきものなんだと。おもちゃは大人のものではない。コレクターとしてそれはラセター自身もおもちゃ集めるんだけど本来は子供が遊ぶべきものなんだっていうラセターの強い主張強い確信をまだ信じられた最後の作品なんですね「トイ・ストーリー3」は。それはアンディの振る舞いにも現れるんですよ。アンディが別におもちゃ全部持って大学の寮に行ってもいいわけですよ。で大学の寮でみんなに変人として扱われてもいいんですけども、それをせずにですねおもちゃを置いていくアンディっていうのを描こうとするのはやはり人間には成長があって当然で、その成長っていうのは心が痛いんだけど素晴らしいことだっていうアメリカとですね幼いままでいることの方が素晴らしい日本ですか。つまり子どもの頃から遊んでいたものをやっぱり話せなくて何か一個だけでも新しい、例えば大学とか就職する時に持っていくことがいいっていうふうについつい日本のアニメとかドラマだったら書きがちなんですね。それは日本は成長を否定して、それは別に女の子だけじゃなく男の子にしても何にしても幼い部分がある人間の方が素晴らしいに決まっていると。で成長っていうのはできればしない方がいいようなもんだよねっていうような書き方を、割としがちな日本の差だと思うんですね。で「トイ・ストーリー3」が、感動的な作品に仕上がったんですけど、感動的な理由は僕が思うにはやっぱりゼミではね随分前から話してるんですけども、人間が感動する理由っていうのは罪悪感の解消、罪悪感の解放だと僕は思ってるんですね。それぞれ観客がみんな持っている心の中に持っているどっかある罪悪感っていうのを映画なり物語がそれでいいんだよ仕方がないんだよと言ってくれるから僕らは感動するわけです。だから子供に感動はないんですね。感動するのはやはり罪悪感を持つような自我が発達してから、つまり小学校やっぱり1年生とか2年生ぐらいにならないとなかなか感動っていうのはしないんですけどもですね。で「トイ・ストーリー3」はやっぱり観客たちの罪悪感を刺激する、自分たちが忘れて
きたですね、いつの間にか遊ばなくなった捨ててしまった全てのおもちゃというのを思い出してしまうんですね。人によってそれはおもちゃじゃなくてピアノかも分かんないし、子供の頃すごい好きだった犬とかですね、誰かかも人間かも分かんないですけど、そういうふうなものを思い出すような仕掛けでできているのが「トイ・ストーリー3」のすごいところなんですよ。でそれはおもちゃにいずれ飽きて遊ばなくなっていった自分ですね、おもちゃを見捨ててしまう自分たちが許される映画でもあるんですね。アンディは別に大学にですね行くからおもちゃたちと遊べないわけじゃないんですね。すでにもうおもちゃと遊ばなくなってるんですよ。ずっとおもちゃの宝箱みたいなものに入れっぱなしでもう何年も過ごしてるんですね。でその中でウッディだけ持っていこうとして悩んでいて、他のおもちゃは全部屋根裏にしまおうとしているっていう、その17歳のアンディのリアルな姿を見せて、それを僕らが見ることによって、あ、俺たちもそういう罪があったんだっていうことを思い出させて、それを最後にこの解消してくれるから、3っていうのはとんでもない感動作になったんだと思います。でそのトイ・ストーリー2が1999年に公開されてからですね、11年目の作品なので、11年後の作品なので、1と2を子どもの頃に見た世代にとんでもないショックを与えたんですね。1と2、トイ・ストーリーの1と2を子どもの頃に見た人たちっていうのは、まだおもちゃが本当は夜動いてるんじゃないかとかすかに思ってしまいがちな年齢であれを見て、で青年期になってですね、11年後に3見たらトラウマ級の衝撃と感動になるわけですね。そりゃなんか3すごいようになって当たり前なんですよ。でただそれがなんで日本でこんなに強いのかっていうと、日本ってねやっぱ物に生命が宿るという考え方を当たり前のようにするんですね。つくも神信仰っていうのがあってですね、使っていたものとかを、に神様が宿るとか妖怪になるというような考えがですね日本にはあって、それは昔僕民族学の専門家の人に聞いたことがあるんですけども、なんでそのつくも神信仰っていうのが室町の初期ぐらいから生まれてきたのかっていう、その当時の書籍文献とか見てみると、妖怪とかつくも神、物が例えば草履に手足が生えるとか茶碗に手足が生えて動き出すっていうのは歴史上のある時点から急に増え出すんですね。でそのことに関してなんでだっていうふうなことを言った人がいないんで、もう本当に僕その時にこれはそうなんじゃないのかと思ったのが、それは貨幣経済と関係あるんじゃないですかって話をしたんですね。つまり物々交換の経済からですね、室町の初期ですね、ぐらいからですね貨幣経済が当たり前になって、自分が使っている草履とかですね、あとなんだろうな、かんざしとか櫛とかそういう日用品の茶碗とかも全部自分の村で作られなくなったと。そうじゃなくて見知らぬ場所の見知らぬ人が作ったものがお金というものを通して自分の生活に入ってくるようになってきたと。でその結果このものは誰が作ったのかわからないと。それ以前のですね、貨幣経済以前の世界ではなんだかんだ言って日常的に使うものっていうのは全てその村、つまり自分の徒歩圏内で作ってるものだったんですね。でそうじゃなくなってきたから、そこに不気味さとかですね、凄さみたいなものがあって、つくも神信仰とか妖怪信仰というのはできたんじゃないですかって言ったら、その民族学の人はすごい喜んで「それはすごい!」と「どの文献に書いてありますか?」って言うんですけど「いや文献に書いてませんよ、俺が思いついたことですから」って言ったら「うわー!」って言って、その岡田さんの仮説はめちゃくちゃ面白いけども、それを検証しようと思ったら一生かかるって言われたんですよ。つまりそれは多分10年とか20年かけて日本中のいろんなものを調べて、その当時の文献なり何なりを調べると立証できるんだけども、そうじゃない限りはいわゆるそのすごく面白い仮説でほぼそれでいけるかもわかんないですけど、それはやはり素人が思いついた仮説ですからアカデミックな世界では使えないって言われてですね、俺はもうアカデミックな世界はいいやと、こんな無責任で思いついたことを喋ってる方が楽しいなと思って今これやってるんですけども、やっぱアカデミックな世界ってそうなんですね。いいや。ただその1,000年以上のですね、その歴史の積み重ねとして日本人っていうのは遊んでるものとか普段使ってるものにだから魂があって動いてるかもしれないっていうのがすごい当たり前の世界
で僕ら生きてるんですね。だからなんだろうな、トイ・ストーリー3っていうのは日本だけでそんなにヒットしたんじゃないのかなというふうに僕は相変わらずこれはアカデミックな証明なしに思い込んでいます。ただそれは同時にですね、さっきも話したようにあまりにですねその世代を感動させたがゆえにですね、日本人のイノセント信仰というのかな、いつまでも子供らしさを失わないことの方が素晴らしいっていうですね、なんか子供化を加速させたというですね、だからそういう、デメリットということもないんですけど弊害もあるんじゃないかなと思います。では「トイ・ストーリー3」はここまでです。これ切り出しの間ですね、水曜日用の。じゃあ「トイ・ストーリー4」いきましょうか。ここからはトイ・ストーリー4」の解説になるんですけども、3部作のラストと言われたですね「トイ・ストーリー3」がですね2010年公開なんですね。でそのまた9年後ですね、さらにだいぶ経ってからですね2019年にですね「トイ・ストーリー4」が公開されました。で1年ぐらい前から告知されたんですけども、結構ね不安がある人が多かったんですね。やっぱり3の出来が素晴らしいということで。で、あと不安材料はですね、もう一つ2017年だったかな、セクハラ騒動でですねジョン・ラセターですね、ピクサーの総監督であり総合プロデューサーがですね2017年にですねディズニーグループを追われちゃったんですね。でそういうことがあったんで、現在のディズニーの公式情報ではですねラセターの功績を過小評価する方向に行っているので、ちょっと今のディズニーの歴史観っていうのが僕はちょっと信用できない、このピクサーに関してはちょっと信用できないなとは思ってるんですけども、例えばバズ・ライトイヤーの顔っていうのはジョン・ラセターの顔をモデルにしてるんですね。ジョン・ラセターをネットで調べてもらったら分かる通り、割と本当に下膨れでしっかりした顎をしていて、でちょっと丸っこくてですねバズ・ライトイヤーに似てるんですよ。でそれはもう昔から、なんだろうな、ジョン・ラセターの顔をモデルにしていたというふうにその当時のディズニーのサイトなりですね情報なりは書いてるんですけど、今ディズニー見るとですねそのラセター監督がモデルだっていうのはですねどんどん情報がなくなってるんですよね。メイキングからも削除されてるので、ここら辺がちょっと気持ち悪いなと思います。でしかしですね「トイ・ストーリー4」ですね、トイ・ストーリー4に関してはラセター追放のおかげで名作になったと僕は思っているんですね。なんでかというとラセター時代だったら無理だったテーマにフォーカス当てることができたからです。これですねちょっと具体的に見ていきましょう。ですねこれはジョシュ・クーリーっていうですね「トイ・ストーリー4」の監督ですね。衝撃と感動の結末にしたいからねっていうふうに今字幕が出てるんですけども、ラストシーンについて語ってるわけですね。トイ・ストーリー4のラストに関してはすごい悩んだと。なんでかというと実はクビになる前のラセターが作っていた原案があってラストまで全部決まってたんですよ。でしかしそれを使いたくないわけですね。できればラセターが決めてしまった枠から外れたいというスタッフの思惑もあったんですけども、なんだけども感動と衝撃のラストにしたかったというふうにですねクーリー監督は言ってます。もともとのですねラストどんなものだったのかというと、ボーですね。ボー・ピーっていうですねウッディの彼女の役であって陶器でできた羊飼い人形の女の子です。これがですねウッディと2人で並んでるんですね。でピンとくる女の子に、ボーが出会うっていうふうにちょっと見にくいけど字幕に書いてるんですけども、あの子だわっていうふうに言うんですよ。急にラストでですね、ボーが運命の女の子を見つけてしまう。そうするとですねその子と一緒に生きたいことに自分に気づきっていうふうにですね書いてるんですねここに。ボーとウッディがその女の子を見つめてる。その女の子は無邪気に歩いてるんですけどピンときてしまうわけですね。おもちゃにはそういう瞬間があると。でボーはずっとその女の子から目を離せないんですけど、それがどういう意味なのかを悟ってウッディは下を向いちゃうんですね。それはもうボーと永遠に会えないっていう意味なんですね。ボーは運命の子を見つけたんだけども、しかしウッディは永遠の忠誠を誓っている女の子ですね。相手が自分にはいるからということでうつむいてしまう。で悲しげなウッディですね。ウッディも生かせるべきだと悟りっていうふうに字幕で出てます。これはトイ・ストーリー4のですねメイキングについているですねもう一つのエンディングっていうところに入っているですね資料ですね。
でこの結果ですね、ボーは何としてもこの女の子のものになりたいがために、トイ・ストーリー4ではですね、移動遊園地の中にボール投げのなんだろうなゲームが出てくるんです。でボールが当たったらおもちゃがもらえるっていうのがあって、それがラストに近くなるまでずっと伏線としてある仕掛けになってるんですけど、そこのですね景品の一つにボーはこっそりと紛れ込むんですね。でボール投げて、そのボールが当たったらというか上の球が当たって落ちたら景品もらえるよって仕組み、あれが欲しいって指名したらもらえるという仕組みなんですけど、ウッディはそのボールを支えてるスタンドの下に行くんですね。でその女の子が「ボール投げやる」って言って投げていて、で、ウッディが当たってないんだけどウッディがその台をわざと押して転がすと。つまりウッディは自分自身でそのボーとの別れを手伝わなきゃいけないんですね。おもちゃは人間のためにあるべきだ、子供と遊ぶためにあるんだというのはウッディ自体が1、2、3そして4を通じてずっと言ってきたことなので、ウッディはそれに従うしかないんですね。ボーと別れたくないんだけども、ボーがやっぱりその行きたいと言ってるから、それでウッディもその手伝うと。で女の子がボール投げたらですね、当たってないんだけどウッディが押したことによって上のボールがバラバラっと落ちてきて「はい当たり」って言って、その女の子にですねそのボーは、もらわれていくわけですね。もらわれていくという表現が、一番正しいんでしょうね。で、抱き合う、ウッディとボーですね。でこれに関してですね、そのコメントが監督からできて、いいエンディングだがウッディが変わらないっていうふうに言ってるんですね。そこが問題なんですよね。でそこが問題で変えられたんですけど、結局このボーと別れてですね、ボーはもらわれていく。でウッディはどうしようかと考えて、結論から言うとゴミ箱の下に座ってるんですよ。でゴミ箱の下に座っていると、現在のウッディの持ち主であった女の子のボニーがですねウッディを見つけてくれるんですね。でもともと「トイ・ストーリー4」はそのボニーという女の子がウッディに飽きてしまったというところから始まるんですよ。3のラストで散々感動的に「これはウッディ僕の一番のお気に入りなんだ、ボニーこれで遊んであげてね」って言ってアンディから渡されたウッディにも飽きてしまって、だってそうですよ、ボニー女の子なんですから、いつまでたってもうままごとしたいんであって、だんだんですねそのウッディは使いようがなくなってくるんですね。だからわざわざですね足の裏にですねアンディって書いてる字を消してボニーと書いたのに、ウッディのことを忘れるんだってということで、結構その感情的に悲しんでいるファンの人が日本には多いんですけども、これ実はねこのなんだろうな初期のエンディングではそれを伏線になってたんですね。なんでそのボニーは、アンディの名前を消してまで自分の名前を書いたのかというのが伏線になっててですね、そのゴミ箱に落ちている、ゴミ箱の前に落ちているウッディをですねボニーが見つけるわけですね。でボニーが「私の保安官だ」って言って拾い上げると、足の裏にボニーって書いてるんですよ。でも裏返すとですね、その発生装置、紐引っ張ったら喋る装置がウッディにあって、それがウッディの売りだったんですけど、それがもう壊れてるんですね。映画の中でですねガビーっていう女の子の人形に自分の発生装置を与えてしまったんですね。だからもうウッディは喋れなくなったんですよ。で紐もなくなって壊れてると。で、紐がなくなってもう声が出なくなってしまったウッディに対して、そのボニーの両親は「壊れてるんだ、仕方がないよ、古いおもちゃだからね」ってお父さんが言う。お母さんが「もうその子に置いていってもいいのよ」っていうふうに言うんですね。つまりもう壊れてしまったおもちゃだし、あなたもともとあんまりもう遊ばなくなったんだから、置いてって捨ててしまってもいいのよっていうふうに親が言うんですよ。そうするとですね、そのボニーはこうすごいギュッと抱きしめるんですよ。この時の表情すごいんですけど、でなんで抱きしめるのかっていうと、この時にそのなんだろうなボニーの母性が刺激されるわけですね。それまで遊んでいなかった人形が自分が足の裏に名前を書いたと。じゃあ壊れたからといって捨ててしまっていいのかと、そうじゃないと、逆に愛しくなってギュッと抱きしめていくと。で最後ですね、そのボニーが両親に引っ張られてウッディと遊びながらですね行くんですね。でそれまでその
ウッディが言ってたセリフですか、ブーツの中にガラガラヘビがいるとかですね、君は最高の保安官代理だっていうセリフをボニーが自分で言うんですね。つまり壊れてしまった機能をボニーが補足すると。それは何でかというと、自分が名前を書いたからなんですよ。自分が名前を書いて、私のおもちゃだから壊れたからといって愛することをやめないという宣言になっていると。完璧なラスト。本当にね、トイ・ストーリー4って本来完璧なラストなんですよ。で、ここラストシーンですね、無表情な、ウッディが映るんですけど、その無表情な顔は冒頭のもうボニーが遊んでくれなくなっておもちゃ箱の中でずっと出番を待っているその無表情なアンディと全く同じ表情なんだけども、なんか涙だけがうっすら浮かんでるんですよ。完璧、本当に完璧なんですよね。でこれがですね監督としてはいやこれすごいんだけど使えないと。ピクサーというのは絶対に作品ごとに進歩がなきゃいけない、進化がなきゃいけないスタジオだと。だから我々は常に表現の進化とかいうのを考えてると。それはもう手法もそうだし、中で見せる絵 CG の技術もそうなんだけど、例えばそのファインディング・ニモの続編を作るんだったらば、ファインディング・ニモでできなかった、例えばファインディング・ニモはその主人公の魚にヒレの片方が小さいという障害があると。その何かっていうと、障害がある子どもたちっていうですね、その大人たちには分かるようなメタファーを乗っけるわけですね。ところがファインディング・ニモの続編の方ではですね、なんだっけな、知的障害がある主人公というですね、これもまたすごい難しいテーマに挑戦するんです。でこんなふうにピクサー作品というのは常に新しいことに対してですね、そのチャレンジを繰り返すんですね。でこの映画の冒頭の彼に戻ってしまうっていうのは、つまりウッディに成長がないということなんですね。そこにはボニーが成長したかも分かんない。つまり自分のおもちゃっていうのをもう一回好きになるってことでボニーの成長があるんですけども、ウッディがですね、おもちゃは子供と遊んでもらってそれが幸せなんだっていうウッディの主張がもう一回繰り返されるだけだと。すごい感動的なんだけども、その感動はピクサーが目指すものじゃないっていうふうに言ってるわけなんですね。2とか3と同じになってしまうと。つまり1,2,3で繰り返して同じ感動をやったからって言ってそれは自分たちの作品にはならないってことなんですよ。感動が全てではないわけですね。ここら辺が僕はピクサーという会社のですね、面白くも恐ろしいところだと思うんですけども、さっき話したこれがおそらくジョン・ラセター原案なんですよね。こんなにはっきりとも吹き替えまで声まで入れられてるんですけど、これ本当にねラセターの世界観そのままなんですよ。だからこれがラセター原案だと思います。でいかにもラセターらしいですね、1から3までのテーマを踏まえたラストシーンになってるんですね。でこのラストの方が多分日本人には気に入られるし、ボニーがウッディのブーツの裏にですねアンディって名前を消して自分の名前を書いた理由の伏線にもなってるんですよね。自分の名前を書いたんだから壊れても愛さなくてはいけないっていうですね主張もちゃんと入るんですけども、ところがですね実際に採用されたトイ・ストーリー4のラストってどんなのだったのかっていうと、さっき話したですね、ボーが「あの子だわ」って言って女の子に一目惚れしてその子のものになるっていうのはですねギャビーの役割になるんですね。トイ・ストーリー4の中でアンディの声を出す装置を欲しがった、悪役の恐怖のギャビーがですねその女の子を見た瞬間に目がキラキラになってですね、子供に遊ばれるのがおもちゃの喜びっていうですね、本来ウッディが主張していたことは悪役のギャビーがその夢を得ることができる。3と違うんですよ。3ではそのハグベアっていうですねその割と悪役のクマがいて、そいつはですねその罰を受けるんですね。ところが逆でトイ・ストーリー4ではですねその悪役であったものが子供たちにそのハグベアも3のハグベアも同じで子供たちに捨てられたから自分の運命を呪ってっていうのがあるんですけど、その呪った運命がちゃんと消化されるっていうのが4の凄さなんですね。でギャビーっていうですね女の子のフィギュアは、ウッディの発声装置、声を出す装置をもらってその女の子にもらわれていくっていうですね、おもちゃの遊んでもらえるおもちゃの喜びですね。自分が不良品だったがゆえに得られなかった喜びというのを得ることができる。
で最後別れのシーン、他のみんなとの別れのシーンでウッディは自分の保安官バッジを女の子の助手のジェシーに渡すんですね。つまり子供の成長を見守るのもおもちゃの役割だってウッディが散々主張してきたこと、その任務をジェシーに与えてしまうんですよ。で結論としてですね、そのウッディもボーも、つまりヒーローとヒロインは誰も選ばないんですね。おもちゃは子供のものであるっていうですね、そのテーマの否定というかですね、それを乗り越えることを4は選んだんですね。でそれは金曜ロードショーでトイ・ストーリー4を見てもらったら分かるんですけど、ラストですね、そのウッディとボーは2人だけで移動遊園地に残るんですね。でその他のメンバーみんながおもちゃたちが、ボニーの車キャンピングカーでですね、また元の町かななんかへ帰っていく時もう別れになってるんです。お別れするわけですね。でレックスという恐竜のおもちゃがですね、ウッディは迷子のおもちゃになってしまったのというふうに聞くんです。迷子のおもちゃっていうのは言語で見るとロストトイって言ってるんですけど、それは何かというとピーターパンの中に出てくるロストチルドレンなんですね。子どもたちの中でそのロストチルドレンっていうのが出てきて、それがネバーランドに行って永遠に年を取らないっていうふうに言われるんですけども、それになってしまったのっていうふうにレックスが聞くと、バズがいや迷子じゃないと、彼はロストトイじゃないっていうふうにですね。で無限の彼方にってバスが言うと、ウッディがさあ行くぞってこう答えるところで終わるんですけれども、無限の彼方というか to infinity ですね。まず無限の中に入ってand beyond っていうふうにウッディが答えると。無限の中にっていうのは時間が止まった世界に入ってさらにその向こうに行くんだっていうですね、その3のテーマを俺たちは超えるんだっていうのをバズとウッディが2人でセリフを分けて言うところがラストシーンになってるんですね。なかなかねすごいシーンだと思います。すごいラストだと思います。僕なんで4が僕は3より4の方がすごいなと思ったんですけど、なんでかっていうと、そのウッディとボーが行く先はですね、そのエデンの東なんですね。楽園を追放された人間が向かった、本来そのバズたちが帰っていくのは人間と遊んでもらえる楽園なんですよ。エデンの園なんですね。でもその外側に追放されて向かっていった人類っていうのは、その移民国家アメリカのですね理想でもあるんですね。ヨーロッパ世界っていうですね、ヨーロッパの世界では下流市民であったりですね、奴隷であったり、誰かに使われて一生を送るようなおもちゃのようだった、おもちゃのように扱われた人間たちがその移民としてですね、アメリカ新大陸アメリカに来て自分たちが生きる意味っていうのを、その主人たちと関係ないアングロサクソンと関係ないっていうふうな世界ですね。それは白人と関係ない黒人たちのその人権というのを目指したようにですね、そういう自分たちの物語としておもちゃの物語ではなくてアメリカ物語として作ったところが4の凄さだと思います。ピクサーの僕は現在の時点でのテーマ的に言うと最高傑作は4じゃないかなと。大衆エンターテインメントとしての最高傑作は絶対に3なんですよ。大衆エンターテインメントとしての3は完璧なんですね。で、ジョン・ラセター原案のままやったら同じく感動的なものができたんですけども、3と同じような感動的なものなんですよ。でも4が目指したものはなんかそれ以上のものアンドビヨンドですね。to infinity だけでは物足りないんですよ。アンドビヨンドを目指したからこそ4の凄さがあるんじゃないかなと思います。ではなんでラセター版のラストで満足できなかったのかと。これ僕ねスタジオジブリのせいだと思ってるんですけどもですね、この謎はですね限定の方でですね、解説してみようと思います。もう45分経っちゃいましたね。無料はここまででした。お疲れ様でした。今日の、無料講座はここまでです。ありがとうございます。早尾が悪い、いや早尾じゃないんですよ。ここがまた面白い時にね、つまりラセターを超えようとしたピクサーの若手と早尾を超えようとしたジブリの若手っていうのがね、こうすごい交互関係になっているところが深いところだと思います。じゃあですね、よいしょ。ここまでですね。限定ではラッセルのいないピクサー、宮崎のいないジブリですね、おもちゃたちの絶望と希望と失楽園と禁断の疑問というのを話そうと思います。来週は人生相談ですのでですね、皆さん、ステッカー
をですね出しますのでですね、採用者にはステッカーを発送しますのでですね、相談どんどん書いてください。お疲れ様でした。それでは無料ここで終わります。ではまた。ほいほい。まあちょっと長かったね。これね今日長いぞ。もうねプレミアもね割とあるんだよね分量が。やべえな。